にちは。今回は逃げ上手の若君第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。異次元の強さだな。人望のある呂布みたいなイメージしかない高氏。全くピンとこない。どんな歴史家でもわからない男、足利尊氏。なかなかグロいわね。生首ノルマ達成。高氏無双。これが残酷表現か。目と耳で会話すな。おっさん2人で面白がったい。馬の作がいいぞ。おまんちを思い出す。まさか馬を描けるアニメーターがいるとは驚き。忍者ってこの時代からいたのか。この時代は男色流行ってるのか。むしろ現代が廃れてるのでは。戦国時代は男の中の男なら男色も生きて当然。なぜそんな考えになるか知らん。そう考えられていたんだとよ。秀吉は男色には行かなかったな。あいつは武士の生まれじゃないからな。あいつ男に興味ないなんて変態らしいぜ。くらい言われてもおかしくない。またいやらしいショタ顔してる。幕府が滅びたから一時的に朝廷の力が強いのか。そして家康が天下を取ってまた明治まで政治からは縁遠くなる朝廷。もう能力者だろこいつ。歴史を変える地位と能力持ちやぞ。彼岸花と首の出血を重ね合わせるとは。勝ちかクラスボスって珍しいよな。高氏って妖術使いだったのか。北斗の世界の人よな。いやいくらなんでもこれは漫画だろう。強すぎるだろ。キャー高氏様。高氏の描写すごかったな。その後の絵面の落差がひどすぎる。まさに頂点から底辺だったな。高氏がホラーすぎるよな。高氏化け物絵図をどう描くかと思ったが、うまいことアニより入れてきたな。もう一つ気にしてた首ちょんぱ。はっきり描きすぎ。高氏が化け物すぎて笑た。これは無理だろう。漫画版よりラスボスのラスボス度が高い。強そう。足利のシーン、ネウロミやってよかったわ。高氏のサイコパス味が癖になるわ。昨夜のプロでアニメハマりました。高氏様最高。さすがに高氏を人外ファンタジーにしすぎやろ。高氏と五醍醐は生き延び方がなんかもう人外。日本の皇室は神話と直結してるからな。皇室に関わった連中も神話じみてて人間離れしてる。高氏の強さの本質はカリスマ性ではなく、太平記の作者も考察投げ出すほどのなんだかよくわからない強運ある意味チート。高氏は何かに取りつかれてるとかなの。先祖の悪霊がついてそう。高氏が人外すぎて時々が勝てそうな予感が見らうほどもない。後醍醐天皇も勝てそうにないが、後醍醐天皇も人外なの亀が光ってたし。高氏が帝の喪章みたいなところに入って、その後赤子のへその緒を切る描写って、高氏は生まれながらに強いカリスマ性があるって暗喩。後醍醐と森吉親王の親子の絆の断ち切りだと自分は解釈した。個人的には史実で初手から寺にぶち込んでる時点でお察し。今回は前半の2体合体が持ってくと思ってたんだが、後半の高氏が全部持ってったな。森吉親王の声もイメージ通りだし、盾は血しぶきと指がポンポン飛ぶし、鼻もそこらに落ちてるのがよくわかっておられる満足。芸術性高い。最近見た中で一番衝撃的。しっこ振り巻きがか。無頭取って野球石秀才じゃん。時代先取りしすぎ。いやあれ無頭取じゃねえから。無頭取は無手の者が体さばきで刀持ちに対抗する技術であって、あんなわけわからん頂上芸じゃないから。森吉雑魚、オープニングじゃあんなにイケメンなのに。森吉かわいそう。森吉親王が軽くあしらわれたけど、少し調べた感じだと有能な人だったようだな。諸直は親王に敬意はなさそうだった割に、高氏がひざまずいたのは本心なのか。煽りに見えかねないけど。森吉親王の声途中までトランクスかと思ったら違った。イサミーだよ。ある程度抽象化されてるんだろうけど、獅子類類なのに全く動揺しない民衆がやばい。まあ民衆もあの当時なら慣れっこなんで。制作そろそろ書太書きにも飽きただろうと思って濃厚なおさんずラブ入れといたぞ。
後半シーンの衝撃で抜け落ちてたが、前半部の字幕合体は良い意味で気持ち悪くて大変良かった。貞宗ギャグ界だったけど、ハンナ記者一挙時間あって混乱した。やはり合体はロマンだな。バカだな拙者がいるよ。タメ口。耳と目玉で会話するの頭おかしい。ボーボボくらい狂ってるな。市川の耳も小笠原の目玉も荒木生命体だわ。目玉の親父っぽくて笑った。最後は現場の主覧で股間光らせるとは爆笑した。最後が現場のチンで終わったのはロタ。あれってやっぱり昔から光るよな。原作漫画では普通にモザイクで隠してるだけで光っていないからな。アニメの方が華やかな演出、語弊があるがになっていてびっくりしたわ。原作最終回は多分風間が時行の身代わりになるんだろうな。でも老頭がどんどん死んでいって自分だけ生き残ってもバッドエンドだよな。僧侶になって菩提でも弔うのか。浄化された高氏に武士の世を任せるエンドならビターかもしれんが、老頭死ぬとか耐えられない。全員生存からお水で頼む。最新話を見ると足利尊氏というのはベルセルクのグリフィスみたいな存在。無敵、最高の魅力、悪意はないみたいなとなると、綾子ちゃんは足利尊氏に壊されるのかな。復讐の鬼の時行は人の身で足利尊氏を殺すのかな。ベルセルクとこのアニメが重なってきた。ベルセルクと構図は似てるよな。犠牲の上に支配者にのし上がった存在に対する犠牲にされた側の復讐劇。高氏とグリフィスのカリスマ性や無敵ぶりも重なる。全てを失った時行が新たな家族や仲間を得ていく展開も食の後のガッツに似てる。ガッツと時行のキャラや戦い方はだいぶ違うな。実際に高氏からそういう関係に誘われるのは時行なんだよな。ここで若が同性愛はいかんぞ、非生産的なって断ったから、高氏に目の敵にされて追い回されることに。性癖を足毛にされると人間は狂うからな。ついさっき最新話見たんだが、現場くんが完全に問題児ではロタ。時行様が決意を固める場面もそうだけど、物語の一つの区切りみたいなお話だったな。今後は高氏周りのシナリオも加速していきそう。良き仲間たちに巡り会えたからなんだろうけど、時行様は第1話の絶望して無気力になってた頃と比べるとだいぶ明るくなったような。そう考えるとえらく王道の少年漫画っぽい展開だったな。ゴールデンカムイのトニアンジもそうでしたが、暗闇でも正確に状況を把握する耳のいい敵と対峙するのはハラハラさせられて非常に面白いですね。そして1対1でお話という穏やかな言葉とは裏腹に血で彼岸花を咲かせる演出で高氏の恐ろしさを印象つけたのもうまかったです。身を挺してカバイ本音で語る時行にほだされつつある現場が王道に良き。人と距離を置く彼が宴会で羽目を外すのも外しすぎではあるが笑い。なんだかこちらまで嬉しくなるね。一方の高氏、信頼等の花言葉を持つ菊が咲き乱れつつも散る様子は、どのような彼の心理を表しているのだろうか。隠れ鬼の緊張感を増幅させるトランジションや耳と目がしゃべる異様な画面が振りとなり、軽く超えてくる後半の足利尊氏の異質さが印象的。一瞬でまみられた大勢の凍結が彼岸花になっていたり、足利尊氏のイメージ映像の不気味さとアイディアも豊富で面白かったです。風間くんの実力発揮で強敵小笠原を退けることに成功して一安心なわけだが、本題はラスボスたる高氏のこれなろう主人公でも勝てないだろレベルの強さに戦慄する回であったと。このシリアスとコメディのギャップ、やっぱやられますね。何なんでしょう。次の瞬間切り替わっても全然違和感ないんですよね。原作者のセンスなのか、このとんでもない作画と演出なのか、とりあえず感服です。森吉親王、応答の宮。これは漫画、アニメならではの脚色ではなくて、実際にめちゃくちゃ武勇の人でした。いかんせん相手が悪かった。歴史の得意点には何やっても勝てない。ただし、高氏にとってクリティカルなダメージは与えられる模様。おびただしい人間から裏切られた経験を持ちながら、時行の方から味方を裏切った記録はない。ここの時行の魅力はささやかではあっても、
この凄みは足利尊氏の怪物性にも対峙し得る前振り前座ではないものとして描かれている正解な描写だと思った。とても素晴らしい話数でした。1話のような繊細な芝居が光る一方で、今回のようにシンボリックな演出も映える、ほとんど現代アートの企画展を見ているかのような話数でしたね。視聴者の目をぐっと引きつける力を持った話数だと思います。拙者がいるよ。目の小笠原定宗と耳の市川助房。面白合体の絵面はともかく強力タッグ。耳が喋る呪霊状態はさすがに笑うが、今週も演出切れてるな。高氏無双もはや能力バトルなのよ。人ではない何かと評される圧倒的武力と魔性のカリスマ。いい感じの不気味さ出てるね。定宗とタメ口助房が現場と時行を追い詰める。時行の素直で誠実な物言いが現場に人を信じることを思い出させる。老頭になる理由に説得力があったわ。高氏の力は人知を超えてますね。屍と血の海の中で王子を圧倒する姿に戦慄する。怪異か神か、その正体も気になる。小笠原定宗がいいキャラですね。こんなでも小笠原流霊峰の中高の祖だし、教養はあったのだろう。鎌倉殿の13人だと文字も書けない無学な蛮族たちが150年経って成長したな。いや、教養のある蛮族ができただけかもしれんけど、笑い。ところで菊は昔も今も天皇皇室の象徴なわけだけど、こうして扉が開き、森吉親王の叫びも虚しく怪物がその内へと踏み入り、そこを好き放題にってなかなかに攻めた描写ではある。大丈夫なのかな。芸術的な演出、親王と高氏のささやかに描かれたえぐめの戦いからの突然のコミカル、しかも現場の下ネタ、盛りだくさんすぎて100回くらいなんだこのアニメはと言いました。面白すぎます。温度差で風邪ひいちゃうよ、真夏なのに。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。